福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件。襲いかかる大自然の脅威。希望あふれる夏休みの始まり。九州、福岡から希望に満ちた5人の若者が北海道の地へ降り立ちました。福岡大学ワンダーフォーゲル同好会のメンバーたち。彼らの目的は、日高山脈の険しい峰々を縦走する夏の冒険でした。リーダーの A さんを中心に、経験を積み、未来を語り合う仲間たち。しかし、彼らが足を踏み入れたのは、人間を寄せつけない厳しい自然の奥深く、そして山の主であるヒグマのテリトリーでした。この時、誰も想像すらしていませんでした。自分たちが一頭のヒグマの執拗なターゲットとなり、一人、また一人と命を落とすことになるとは。これは野生動物の執着が引き起こしたあまりに凄惨で、あまりに無念な5日間の記録です。最初の接触、運命を分けた執着。7月25日、標高約1900メートルの急の沢変わる。夕闇が迫る中、彼らがテントを張った場所へ、その影は現れました。一頭のエゾヒグマ。当初、若者たちに過度な恐怖はありませんでした。当時の日本では、ヒグマが積極的に人を襲うという認識がまだ薄く、彼らは珍しい野生動物を前に、写真を撮るほどの余裕すらあったといいます。しかし、ヒグマは彼らのザックを奪い、中身を漁り始めました。彼らは音を立ててヒグマを追い払い、奪われた荷物を取り返します。この時、彼らは知る由もありませんでした。ヒグマにとって、一度手にしたものを奪い返されることは、人間に対する激しい敵対心と、何が何でも取り返そうとする異常なまでの執着を植え付ける行為であったこと。その夜、ヒグマは再び現れ、テントに穴を開けました。静まり返った山中に響くラジオの音と交代性の見張り。若者たちの心に初めて死に直結する不安がよぎりました。むき出しの本能、逃げ場のない山域。翌26日早朝、事態は最悪の方向へ動き出します。執拗にテントを襲うヒグマ。5人はテントを捨てて避難し、二手に分かれて救助要請を試みます。しかし、山中で出会った他の大学のグループも、ヒグマの出現を受けてすでに撤退の準備を進めていました。夕刻、再び合流した5人は、鳥取大学のテントを目指して夜道を歩き始めます。しかし、頼りにしていたテントはすでにもぬけの殻でした。暗闇と霧が彼らの視界と判断力を奪っていきます。背後から迫る恐ろしい足音。ヒグマは逃げる者を追う性質を持っています。最初に犠牲となったのは最年少の E さんでした。パニックに陥るメンバー。逃げろ。叫び声が闇に消え、彼らはバラバラになりながらガレ早いは陰で凍えるような夜を過ごすことになります。残されたメモ。27日早朝、生き残ったメンバーは仲間を探しながらの下山を試みますが、ヒグマはすぐそこにいました。リーダーの A さんが襲われ、さらに別行動をとっていた C さんもまたヒグマの餌食となります。この事件が今も人々の心に無念さをもたらすのは、犠牲となった C さんが死の直前まで綴っていたメモが残されていたからです。そこには極限状態に置かれた一人の青年のあまりに切実な言葉が記されていました。お母さん、あと3時間、熊さえ来なければ僕は助かるかもしれない。他の連中はどうしたのだろうか。もう死ぬかもしれない。震える手で書かれたその文字は、冷酷な自然の掟の前になすすべもなかった若者の無念を物語っています。生還した B さんと D さんは命からがら駐在所へたどり着き、事件は公のものとなりました。その後、派遣された猟友会10人の手によって3人を殺害したヒグマは射殺されました。なぜ惨劇は繰り返されたのか。この事件を検証した専門家はいくつかの要因を指摘しています。第一に、ヒグマが奪った荷物を取り返したこと。第二に、ヒグマに背中を向けて逃げてしまったこと。そして何より、最初の接触の段階で登山の中止を決断できなかったこと。しかし、それは知らなかったことであって、非難されるものではないでしょう。
彼らは九州から来た若者であり、山への憧れと何日もかけて準備してきた計画を完遂したいという情熱の中にいました。その純粋な思いが野生動物の予測不能な行動と最悪の形で遭遇してしまったのです。自然への畏怖。現在、日高山脈の蜂の沢カールには3人の若者を悼む慰霊碑が静かに佇んでいます。あれから半世紀以上の時が流れましたが、この事件が残した継承は今では身近に起こりつつあります。山は美しく、私たちに感動を与えてくれます。しかし、そこは同時に人間が立ち入ることのできない厳格なルールが存在する場所でもあります。彼らの失われた命が現代を生きる私たちに教えてくれるもの、それは自然に対する正しい知識と悪意とは違う自然界の本能です。